夏がゆく秋がゆく冬がゆく時は流れてく。ああ雨が降る風が吹く雪が舞う空高く雲は飛んでゆく。幸せの数を数えてみると熱い涙が心あふれ。一輪の花でさえ夢を見る夢を抱くきっと生きている。悲しみも喜びも切なさも虚しさもきっと生きている。お前は行ってこい。今夜の見回りは私が。頼もう。おい、まだかい？はい、お待たせしました。じゃあ行くかい？久しぶりの夏祭り。大変だ。だからさっさと出かけとけ。はい。なんでもないの。で、何が底辺なんだい？田島屋に賊が欲しいって。仏具問屋の田島屋か？蔵から千両箱を盗み出し手代を一人やめて逃げたらしいんで。行くぜ。夜祭りは大関で。はい。ごめんよ。ごめんよ。佃何？おお、銭形か。平常よ。とんだ浅いなんで。見ての通り、この佃の先祖がもう手をつけてる。一番乗りだと思ったのに。いや、邪魔する気や。にしても随分と早いんで。たまたま近くに来てたのよ。野暮用でな。なら主のお前をはじめ店の者はほとんど夜祭りの見物で出払ってたんだな。はい。男手で残っていましたのは番頭のこの喜助と五兵だけでした。狙われたんだな、手薄になる夜を。で二人で見回りに来た時ちょうど賊に出くわしたんだな。はい。どの野郎だった？面見なかったのか？いや、見ました。それが知ってる野郎なのか？そうなのかい？誰なんだい喜助？あの男です。毎月月末に旦那様を訪ねてきてる職人風の。永吉？バカな。何者なんだよその永吉っていうのが。左官屋です。伝助長屋に住む。でも見間違いじゃないのかい？いえ、断じて。その野郎が何のためにお前を毎月訪ねてくるんだよ。それは何やら事情があるようだな。とにかくその永吉を抑えんだ。佃何？この一件おいらに預けちゃもらえねえですかい？言いねえ事情があるようならなおさらお前に任すわけにはいかねえな。あの永吉が何かの間違いだ、田島屋さん。絵馬かけさせるんじゃねえ永吉。知らねえ、俺じゃねえって。盗みや人殺しなんてうちの人がするはずが。そうだよ、真面目な永吉さんがそんな真似するわけないだろう。何かの間違いだよ。目にした証人がいるんだよ。お願い親分。うるせえ。おや
永吉に限ってねえよ絶対。明神下と変して信じて帰りを待ちねえ。あげって言ってんだろ。なんと言ったら分かるんだ。俺はやっちゃいねえよ。ところで永吉、おめえ田島屋に毎月何しに行ってたんだ。もう全部聞いてんだがな、田島屋から。おめえの口からも確かめてえと思ってよ。どうしてだよ田島屋さん。あのことは誰にも言わねえ約束じゃ。さあ、田島屋の話と食い違いがねえか聞かせろ。俺は1年前田島屋さんに忍び込んで金を盗んだんだ。うちの人が盗みを働いた。盗人に入られたとの届けが田島屋さんから奉行所に出され任されたのがおいらだった。ありましたっけ、そんな一件。おめえは夏風邪で寝込んでたよ。あん時盗まれた額はきっかり10両だった。まさかそれ。ちょうど1年前のことよ。これなんです。文箱には20両入っていたという。なのにそこは全部は盗まず10両だけ盗んでいた。とにかくおいら聞き込みを始めた。職人不の妙な野郎がそこに突っ立ってた。ええ、ぼんやりと田島屋の方見ながら邪魔だったんで突き飛ばしてやったんですけど、そういやその時漆喰の匂いがしちゃったな、そいつ。ごめんよ。左官屋の永吉さんだね。ええ。ちょいと聞きてえことが。女房老害を患っていて、それも悪くなる一方で、このままじゃ半月持たねえって医者に言われたんだ。助けるには薬を与えるしかねえって。でもその薬の値を聞いて俺は目の前が真っ暗になっちまった。だって10両なんて当てなんかあるわけねえ。途方に暮れたその時、ご苦労様でした。気づいたらその旦那の店までつけてきてた。おい、邪魔だよ。旦那様、田中屋様がお見えでございます。おお、そうかい。そして永吉はその文箱から10両盗んだ。おめえさんの命をこの世につなぎ止めるためにだ。私のために。私のせいで。好きで病を抱え込んだわけじゃねえ。貧しい家に生まれてガキの頃から働き詰めに働いて、その無理がたたってのことなんだ。その挙句にどうして死ななきゃ。金さえあれば助けてやれんのにって、そう思ったら俺申し訳ありません。なるほど、女房の薬代か。しかしね、お前さん、どんな理由があろうと、どんなに出来心だろうと、田島屋さん、この永吉を見逃してやっちゃいただけませんかい。な親分、盗んだ金は責任に持って月々きちんと返済させやす。それで
盗人は結局見つからなかったということにしていただければ。自分が何を言ってるのか分かってるのかい？おめえさんは御用聞きなんだよ。重い労咳を抱えてちゃ働くわけにもいかねえ。今この永吉を失ったら一人になった女房は生きていけないんです。田島さん、どうかこの通りで。平次親分の思い裏切るんじゃないよ永吉。そうかいそうかい。天下の平次親分にも今回は盗人は見つからなかったかい。田島屋さんの根性、この平次一生忘れやせん。ありがとうございます。ありがとうございます。10両盗めば首が飛んでも文句が言えないというのに、皆さんが私のために見逃してくださったんですね、うちの人を。そうか、田島屋と永吉にはそういう言われが。今日はもう遅い。泊まってきに。そうかい。1年前にそんなことが。田島屋は実は何にも話しちゃくんなかったんだよ。俺じゃねえ、俺やってね平次も盗人を見逃していたとは気づいてならねえな。まさか平次が1年前のことらしい。思い当たる節はなかったか？いえ、全く。平次はその方が使っておるもの。手先の不始末は使う者の不始末。知らぬ存ぜぬでは済まぬぞ笹野。無論言い逃れしようなどとは。平次への処分はその方に委ねる。その方自身にも相応の咎めが下るを覚悟して待て。罪を憎んで人を憎まずか。いかにも平次らしいな。おかみさん、番屋に着替えなんかを差し入れしちゃいけないんでしょうか？いけないもんですか。夫婦なんだもの。見かけなかったかい？千両箱隠すとこ吐き上がらんねんで。何しろ1年前に盗みを働きながらのうのうと生きてきやがった。しぶてえ野郎だからよ。悪い野郎なんだぜ。1年前のことまで増えて回ることないでしょ。なんだおめ銭形平次の女房です。盗人が。気にしない気にしない。元気出してね。やっぱり昨べの仕込みも永吉さんなんじゃ。ねえ、あんまり無責任なこと言うもんじゃん。なんでこっちが意見されなきゃいけないんだい。1年前人様のお金を盗んだの本当なんだろう。訳は申さずとも分かっているはずだ。実手を出せ。へい。だがこれで済んだと思うなよ平次。実手の取り上げ、これは当座の処分だ。佃の先蔵が調べを進めている昨べの押し込みの一件、その白黒がついたところで正式に咎めを申し渡す。最悪は遠島も覚悟しておけ。申し訳ございません旦那。俺への詫びなんかよりも平次おめえのことだ。その永吉って野郎の無実の証を立ててやりてんだろうが、おめえは謹慎のみだ。へい、きっちり守れよ謹慎。何しろ俺は忙しくてな、いちいちおめえを見張ってる暇なんかねえんだよ。分かったな。俺は忙しいんだぜ。へい。
聞いたぜおい。盗人を見つけながら見逃すとは銭形もバカな真似よ。御用聞き首間違えねえぜ。どうすんだこれからおめえ。うち来るか？ふんどし洗いぐらいさしてやるぞ。誰がてめえのふんどし。あれ親分こけたら子分までこけちまいやがった。おお、来てたのかい。親分、失礼します。やっぱりこういうことに。どこへ？まさか親分、自分で駅地の潔白を。おめえはけんな謹慎破りのとばっちりを食うぜ。おいらと平城親分はどこまでも一年卓勝だい。まあ勝手に過ぎてくる分には知ったこっちゃねえがな。見間違いなんかじゃなく賊は栄吉だったんです。生き証にはおめえさんだけでだから念を押すのよ。本当に栄吉だったんだね。そうですって。分かった。邪魔して悪かったな喜助さん。目が泳いでやしたね。何かあるなあのバンド。ちょいと聞き込んでみてくれ。親分はもう一つ確かめていことはな。往生際が悪いでもいいかげちまい。邪魔しやす。銭形の親分。俺も10手は預かる身だ。当然のご報告をさせてもらっただけだぜ。いや恨み事を言いに来たわけじゃねえんで、栄吉に一つ聞きてえことが。いいか銭形、おめえはこの栄吉をかばいてんだろうが、ゆうべの仕込みはこの野郎しかいてんだ。今度も女房のためにやったんだろ。もっといい薬が欲しくてや。何よりも蔵を開けた賊は合鍵を使ったんだぜ。毎月立ち前を訪れてお前なら隙を見て鍵の肩ぐら取れたはずだ。隙があったとすりゃですが、栄吉、ゆんべ田島屋が襲われた時おめえどこで何してて。10手もねえおめえが勝手な真似すんじゃねえ。この野郎の打ち首獄門はもう決まってるんだよ。呼び出されたんだゆんべ俺。誰にだい。聞くだけ無駄だ。そんな手任せ。呼び出されたってな、どういうことだい。仕事帰りに歩いていたら知らねえ男が寄ってきて俺に言ったんだ。人から言づてを頼まれたって、裏の掘割まで来てほしいって、1年前の件で話があるからって。1年前の件で。思い当たるのは田島さんから10両盗んだことだ。だから俺は慌ててすっ飛んでたんだ掘渡へ。でもいくら待っても誰も現れやしなかった。現れねえ相手を待ち続けていた。その頃田島屋が襲われたんだな。そんな都合のいい作り話誰が信じんだ。嘘じゃねえよ、本当だって。どこの掘渡だい。いい加減にしろ銭形。どこだって聞いてんだよ。私なんかと一緒になったばかりに。栄吉ははめられた。そうとしか思えねえんで。でも一体誰に。あの喜助って番頭のこと何か分かったかい。真面目そうに見えやすが、実は博打に溺れててかなりの借金を抱えてるようで。金が必要だったのかい。となるとはめたのはやっぱり野郎かもしれねえな。金が必要だった喜助はてめえが働いてる田島屋の蔵から盗み事を企てた。何しろ番頭だ。蔵の鍵の型を取るのも造作もねえ。でこさえた合鍵で仲間に金を盗み出させて栄吉にその罪を追っかぶせようとした。全てはあの喜助が仲間とつるんで。まだ決めつけるわけにはいかねえが、
そう考えりゃ納得がいくんだ。田島屋に賊を知った時、栄吉は見知らねえ男に人気のねえところへと呼び出されていた。一年前な件で話があるとな。一年前の盗みの件、田島屋さんもおいらも誰にも言うはずがねえ。けど番頭の喜助になら知る機会もあったはずだ。立ち聞きでもしてな。何のために栄吉が毎月訪ねてきていたのかを知り、下手人役に使えると踏んだ。どうして？下手人が上がらねえと調べが続く。そのうちてめえにも疑いの目が向けられかねねえだろうな。ひどいわね。八五郎、番頭の喜助、もう一度当たり直すぜ。おゆうさんに伝えてやってくれ。栄吉は必ずおいらが連れ帰るってな。はいよ、任せといて。おしずです。精がつくようにうなぎのおゆうさん、何してるの？私さえいなければ1年前あの人は盗みなんか働かなかった。そうすりゃ今回疑われることもなかった。私さえいなければ。おゆうさんが死んじゃったら栄吉さんが帰ってきた時、一体誰が迎えるの？きっと帰ってこない。帰ってくるわよ。あのね、おゆうさん、あんたにとって栄吉さんが些細なように、栄吉さんにはあんたが生きる些細なのよ。ただの足手まといなんです。だったらどうしてあんたの命を救うために栄吉さんあんなことまでしたの？おいしそう、ほらね、はい、食べて。元気になって栄吉さんを笑顔で迎えてあげなきゃね。もう少しの辛抱よ。うちの人がね、必ず栄吉さんを連れて帰ってくるからね。必ずよ、ね。私たち夫婦揃って親分とおかみさんに助けてもらってばかりで。助け合うために人はいるんだもの。当たり前じゃない。はい、どうぞ。あのね、おゆうさん。はい。この長屋出てってくんない？様子から見てほんのついさっきだな、殺されたのは。懐が荒らされてる。物取りだな、こら。喜助が殺されたって。あ、佃の。くそ。押し込みは栄吉の仕業だと知っている唯一の証人だったのに。先祖親分も満州親分と同じで運が悪いっすね。痛い。物取りが見せかけだ。仲間が口を封じやがったんだ。何としても探し出すんだ。安とするんでた悪仲間。取っかかりは博打仲間から手をつける。長屋を追い立てに？ええ、だから新しい長屋をもう見つけてきた。荷物は明日運ぶことにして、とりあえず身一つでおゆうさんもそっちに。おゆうさんもね、あんな早まった真似はもうしないって約束してくれたからもう大丈夫。つえなおめはよ、何があっても御用聞きの女房だもの。そのことだが、実はなおしず、おいらもう二度と実手を持つことは。分かってますよ、言われなくても。お前さん悔やんじゃいないんでしょ。1年前栄吉さんを助けたこと。悔やんじゃいねえ。間違ったとも思っちゃいねならいいじゃないですか。
お前さんがそう信じるなら私もそう信じます。見つけた見つけた見つけた、怪しい二人組見つけた。何？恥、佃の兄を呼んできてくれ。そっか、すぐに。左が松吉、右が八神っていうらしいんですが、共に喜助が出入りしていた博打場の常連で、10日ほど前あの二人が喜助に何やら密談を持ちかけてるところを見かけたってやつがいるんです。借金を抱えている喜助が実は大店の番頭だと知り、蔵から金を盗むことをそそのかしたんじゃねえかと。そしてまんまと金を手に入れ、用なしになった喜助を口封じのために始末した。あり得ることだと思うが、今回の仕組みは喜助には関係ねえだろう。栄吉の仕業なんだからよ。一昨日の夜ならうちにいたような。俺もだ。証を立ててくれる者はいるかい？一人身でね、あいにく俺は。俺もだ。ならもう一つ聞く。今日はな、弁天島で田島屋の喜助が何者かに刺し殺された。てめえらどこにいた？ここにいたよ。二人で昼からずーっとここで飲み続けてるんだ。そんな。聞いてみなよ。店の誰にでも。まあ川屋ぐらいには立ったがな。だってよ、無駄はしませんじゃねえよ。忙しいんだこっちは。あの二人のことをさらに調べてみてくれ。喜助が仲間とつるんで栄吉を下手人に仕立てた？そうとしか思えないんです。怪しい野郎を二人見つけ出したんですが、一人は松吉って男、もう一人は浪人者の八神何がし。喜助のとこに訪ねてきたりしてなかったですかね？いや、覚えがない。そうですかい。邪魔しやした。親分、今回の一件正直わからなくなってきたよ。私は長く働いてきてくれた喜助が実は悪だったなんていきなり言われてもにわかに信じるわけには。一度あることは二度ある。やはり押し込んだのは栄吉だと。ないとは？ねえですよ。どうして言い切れるんだい？女房の命を救ってくださったかけがえのねえ恩人のとこに押し込むわけはねえです。信念の人だね、親分は。けど信念だけじゃ人は救えねえんで、潔白と信じる益吉をなんとか内首獄門から救いて、あの女房のためにも何としても。けど実手があっての岡っ引きだい。今のおいらには怪しいと分かってる連中を締め上げることさえできねえ。ごめんなすって。実手があれば人を救えるのにか。金はどこに隠したんだ？俺じゃねえ。俺はやっちゃいねえよ。吐いて楽になれよ。おめえがやったんだ。やったんだよ、おめえが。そうかい。松吉も八神もそれまで散々貯めた月をきれいに払った上にいきなり羽振り良くなったそうです。やっぱり押し込みはあの二人かい。けど喜助殺しのことかい。松吉と八神の身近に三人目の悪がいると考えりゃいいのよ。松吉の何が聞きたいんだよ。また何かやったのかい？またって？去年だったか語りでとっつこまったはずだね、あいつ。詳しいことを知りてえならお縄にした佃の先祖親分に聞いてみなよ。先祖親分は松吉と以前から知り合いだったんですか？けど昨夜あんなこと一言も。
親分。読めたぜ恥。どうやら全てがよ。ええ。大方こんな流れだな。松吉と八神が喜助に田島屋の蔵から金を盗むことをそそのかした。そしてそれにはかつててめえがお縄にした松吉がよからぬ企てをしているのを嗅ぎつけた兄にも加わってたんだい。てめえらどこにいた？おそらく金目当てでな。3人目のワルは佃の先蔵だ。大方やつが松吉たちに知恵をつけたんだろうよ。下手人を仕立てとかねえと喜助にも疑いの目が向けられ、やがてボロが出る。誰かをはめろとな。そして喜助ははめるのにおあつらい向きの永吉のことを思い出し、やがて企ては動いた。見ての通りこの佃の先蔵がもう手をつけてる。たまたま近くに来てたのよ、野暮用で。誰よりも早く先蔵が駆けつけていたな。もちろんこの事件を他の合府金に渡さねえためよ。そして喜助が偽りの証言をし、あの男です。毎月月末に旦那様を訪ねてきてる職人風の。俺じゃねえよ。それをもとに先蔵が下手人として永吉を捕らえた。それでうまくいったと思ったんだろうが、おいらが疑いを持った。本当に永吉だったんだね。そうですって。分かったい。邪魔して悪かったな、喜助さん。喜助は不安になり先蔵に訴えた。結果先蔵に口を封じられたのよ。気の弱いやつはいつ口を割るか分からねえからな。そういうことよ、おそらく全てはな。けどいくら先蔵に締め上げられても永吉が田島屋に押し込んだなんて嘘を認めるわけはねえですよね。認めねえだろうな。認めりゃ即刻打ち首こくもんだ。そうなりゃ残ったおゆうが一人じゃ生きていけねえと知ってる永吉は絶対認めねえよ。なら永吉を下手人に仕立て上げることなんかあるさ。一つだけ手がな。頃合いを見て無理やり永吉に首を吊らせるのよ。そして奉行所に報告する。永吉は押し込みがてめえの仕業だと認め、恩をあだで消し田島屋さんに申し訳ねえと自ら命を絶ったとな。追っかぶせて永吉を葬る。それより他に一件落着させる手はねえだろう。ならすぐに永吉を戦争の手から救い出さねえと。その通りだ。けど全ておいらがここで組み立てたことだ。何一つ赤字はねえ。締め上げても先蔵が吐くわけはねえし。ハジ、一発仕掛けてみるぜ。仕掛けるって。あれ、親分、親分、親分。折り入っての相談事とは何だ？お知恵をお借りしたいのです。いかにすれば人を救えるのか。聞こう。もう入れ。すげえなおめえも。今度は何だい？例の松吉と八神、やっぱり怪しいんです。まだ言ってやがんのか。田島屋への押し込みがあった直後から揃って二人ともいきなり羽振りが良くなったらしいんで、引っ張って締め上げた方がいいと思うんだ。本当ならおいらがこの手でやりてんだが、今のおいらには兄に頼むしかな。頼む兄、あの二人を。しつけんだよ銭形。関係ねえんだよあんな二人この一件に。とっとと帰れ。そうですかい。こうなったら吉岡の旦那に頼むしかねえな。ええ、それしかありませんよ。まずいなこりゃ。おい、ちょっと出かけてくるわ。
動きやしたね、やっぱり。万一のこともある。永吉の身も心配だ。お前はここで張ってろい。へっ。もうちっとの辛抱だからな、永吉。うちの親分が必ず悪の尻尾を掴んでくるからな。おい待ちよ、平次氏なんかおとなしく謹慎してろとあれだけ言ったのに家におらんのだ。どこ行っちまったんですかね、参ったな。おい待ちよな、おいならばお前でいい。笹野様からの急ぎの仕事だ。足をここ離れるわけには。何の御用なのかな。あ、田島屋さん。田島屋、今の話をもう一度この八五郎にしてやってくれ。やっぱり来やがって。どういう意味ですか、それ。だから1年前永吉に頼まれて私は10両の金を融通してやったんだ。月々返済してもらう約束でね。よくある金の貸し借りさ。それをおそらく亡くなった番頭の喜助あたりが何をどう勘違いしたものか盗難届をお出ししてしまったんだよ、勝手に。つまりだな、八。盗難の一件自体花からなかったんだ。何もなかったんだから見逃すも何もないというわけだ。なら親分へのお咎めは。平次の面は見なくて済む。もうしばらくは穏やかな日が続くと思ったのにな。笹野様、こちらの手違いで永吉さんやおかみさんに申し訳ないことをしてしまったよ。田島屋さん、お預かりします。田島屋、かたじけない。こちらがお知恵をお借りしただけで。いや、どうやらこれで俺の首もつながるようだ。平次が俺たちのことを同心に。おめえらが悪いんだよ。金遣いにはあれほど気をつけろって言っといたのによ。山分けしちまえばどう使おうとこっちの勝手だ。とにかくだ、おめえら今すぐこの江戸からずらかりな。って仕方ねえな。ほとぼりが冷めるまでか。でそっちはどうするんで。俺は平気よ。銭形も気づいちゃねえしよ。同じこれを持つ俺が絡んでるとはよ。たく悪いおかっぴきだぜ。てめえらついに化けの皮剥げやがったね。銭形、松吉、八神、そして佃の先祖、ほかっぴきの風上にも受けねあ、バレてんじゃねえかい、おめえもとっくに。らしいな。松吉、永吉を人気のねえ堀端に呼び出したとこってな、おめえだな。そうだな。その通りよ。永吉に足止めを食らわしておき、その隙に俺たちは喜助の用意した合鍵で蔵に盗みに入ったのよ。ところが手はずが一つ狂っちまった。お前はいいってお開き。今夜の見回りは私が。喜助さえ手はず通りにやってくれれば殺しまでやらかさずに済んだのによ。まったく使いもんならねえ野郎だったぜ、あの喜助は。どうしたらいいんですか。どうしようもなく肝っ玉のちっちゃい野郎でよ。
メイドへの土産話はここまでだ。すまねえ、銭形の親分見なかった。銭形の？ああ、根岸の方へ行ったんだ。ありがとうよ。十手がなきゃ手も足も出めえ。おお、清さん、清さん、清さん。親分見なかった。大宮天神に入っていきましたよ。十手をお預かりする身の辛いおしみ。どこへ行っても同じか。噂は届いてるんですね、この長屋まで。まっとうに暮らして少しずつ信用を手に入れていくのよ。はい、必ず受け入れてもらえるわよね。はい。あのさ、あんた。はい。越してきたばっかりだ。わからないことがあったら何でも聞いとくれ。ありがとうございます。ありがとうございます。よかったわね。はい。おゆう、消えたぜ。お前さん。おゆう。お前さん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 、また十手を預かれることに。ああ、田島屋さんと笹野様の計らいのおかげでな。ありがとうございます。ありがとうございます。ご恩は一生忘れません。ありがとうございます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 。